はい。では、ここからは情報処理安全確保支援士の範囲を一緒に勉強していきます。はい。こちらの問題も、朝活応援ラジオ紳士支援士からの出題です。問題です。共通鍵暗号方式対象暗号の代表例であり、かつて米国の標準暗号として広く利用されていたものはどれですかという問題です。あ、RSA、い、です、う、シャー256、楕円曲線暗号 ECC となっております。皆さん、あ、い、う、どれが正解でしょうか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。答えはこちらです。はい、いのですが正解ですね。かつて利用されていた共通鍵暗号方式の代表例といえばですですよね。ということで、ですについてお話ししていこうと思いますが、その前に皆さんも勉強したと思いますけど、共通鍵暗号方式って何だったかなっていうところからお話ししていこうと思います。で、共通鍵暗号方式は同じ鍵を使って暗号化して、同じ鍵を使って複合する仕組みですよね。はい、流れで見ていきましょう。ここでは送信者のアリスさんが受信者のボブさんに対して共通鍵暗号方式を使って通信する様子を示しています。まず共通鍵暗号方式なので、アリスさんとボブさんは同じ共通鍵をあらかじめ安全に共有しておきます。で、送信者のアリスさんがメッセージを準備します。で、このメッセージは最初は誰でも読める平文の状態なので、このまま送ってしまうと盗聴されてしまう恐れがありますので、共通鍵を使って暗号化します。はい。で、この時に ですという仕組みですね。ですというアルゴリズムを使って暗号化しています。で、アリスさんはこの暗号文をインターネットを経由してボブさんに送ってあげます。で、よく見るとインターネットに怪しい人影がいますけど、この人は共通鍵持ってないので、この中を盗み見することはできません。データは暗号化されているので、共通鍵を持ってないと、第三者はこれが何なのかさっぱりわかりませんよということですね。暗号文を受け取ったボブさんは、あらかじめ共有していた共通鍵を使って複合することができます。複合すると、暗号文が元の状態、平文に戻って、アリスさんのメッセージを読むことができますと。これが共通鍵暗号方式の基本ですよね。ここまで皆さんよろしいでしょうか。では、ここからもう少し技術的な内容に踏み込んでいきます。今、ですっていう言葉が出てきましたけど、じゃあですがどのように暗号化しているのかっていう話をしていきますね。ですというのは64ビットのブロック暗号と言われます。つまり、送信者は自分が送りたいデータを64ビットを一つのブロックにして64ビットずつ暗号化していくということですね。そして共通鍵注目していただきたいんですけども、ですの場合は共通鍵の鍵長が64ビットと決まっています。そして鍵長64ビットとお伝えしましたが、そのうちの8ビット、これはデータの誤り検出に使われる情報量なので、実際の鍵長は56ビットです。なので56個の0と1の羅列が鍵長の正体ですね。なので、丸×問題にランダムに56回正解したら鍵長がわかる。鍵がわかるっていうイメージですね。はい。なんかちょっと脆弱な感じしますよね。まとめますと、ですっていうのは64ビットのブロック暗号で、鍵長は実質56ビットの鍵長の情報ですよということになってますね。で、ですが利用されていた当時は、この方式で十分安全だったんですけど、先ほどお話ししたように、現代においてこの鍵長の56ビットってすごく脆弱なんですよね。というのも、現在の最新の計算能力を持つコンピューターを使うと、
鍵長が56ビットしかない場合は、もう総当たりを使うことで簡単に鍵が解析されてしまいます。どれぐらい簡単かというと、一説によると、数時間、早ければ数分でこの情報が鍵だなっていうのが分かってしまうということですね。結論としては、短い鍵長で、かつ今は計算能力が飛躍的に進化しているので、DES っていう仕組みはもはや安全な技術ではないということになっています。なので今 DES って利用されていません。その後、じゃあ DES は鍵長が短いので、どうにかしなければいけないよねっていうことで、頭のいい人たちがトリプル DES と言われる新しい技術を作っています。トリプル DES は簡単に言うと、DES を3回実行することで、実質的に鍵長を長くしよう。そして暗号強度を高めようっていう方法です。ただこのトリプル DES も現在においては十分な安全性がないとなっておりまして、現在はクリプトレック暗号リストの運用監視暗号リストにトリプル DES が記載されています。この運用監視暗号リストって推奨すべき状態ではなくなったものの、気をつけて使ってくださいねっていうような暗号リストの一覧なので、ここに記載されているってことは推奨されてない暗号技術ですね。なので今はトリプル DES であっても推奨されていませんよということになってますね。まとめると、昔は共通鍵暗号方式として DES というものが利用されていました。しかし DES は鍵長が短くて、現代においては総当たりを使って短時間で解析されます。そこでDES を3回実行するトリプル DES を使って実質的に鍵長を長くする方法が考えられたんですけど、このトリプル DES も現在は十分なセキュリティ強度がないと判断されています。なのでトリプル DES はクリプトレック暗号リストの推奨すべき状態ではなくなったを示す運用監視暗号リストに入っているということになってますね。これもうちょっと詳しい話はこちらの動画でお話ししてますので、気になる方はよかったら見てみてください。今回はちょっと簡単にお話ししています。じゃあ共通鍵暗号って今皆さん何が使われているんでしたっけ？トリプル DES は今使えないから、共通鍵暗号方式の暗号技術として今使われているものといえば、そうですね。今は AES が使えてますよね。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。